申し訳ございませんでしたっていう言葉、日本にいるとよく聞きます。はい、皆さんこんにちは、次郎です。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。はい、皆さん普段どれくらいごめんとかすみませんとか申し訳ございませんでしたって言ってる？僕のポッドキャストを聞いている人が、全員日本語を日常的に使っているわけではないと思うんだけど、日本で生活してたらね、多分これらの表現ってよく使うんじゃないかな。すみませんはね、excuse me って英語では訳されることもあるけど、このごめんとか、すみませんとか、申し訳ございませんでしたって、英語に訳すと、基本的にsorryになるよね。このごめん、すみません、申し訳ございませんでしたって言葉、日本にいると、めちゃくちゃよく聞きます。つまり、僕が今、何を言いたいかっていうと、日本人はよく謝る人たちなんですよ。ということで、今回はね、なぜ日本人はすぐ謝るのかというテーマでお話ししていきたいなと思います。はい。普段日本で暮らしている日本人の私からするとね、なんで日本人がこんなにたくさん謝るのかという問いに対して、私なりの答えがあるから、ちょっとみんな聞いてってよ。僕自身もね、気づいたら謝ってることめっちゃ多いと思うからね、今回は、なんで日本人はこんなに謝るのかということについて、日本人の謝る文化をちょっと深掘りしていきたいなと思うね。あとさ、みんな、僕のアプリのジロートークスダウンロードした？そこの君、ダウンロードしてないでしょ？こんな感じでね、これ前回のポッドキャストなんだけど、僕が言っている言葉と同期した字幕が見れるわけで、この中でね、例えば、単語を選ぶとするじゃん。こうやって単語を選ぶとその意味とかも出てくるし、でこの字幕に、翻訳いらないなとか品詞の説明いらないなって思った場合でも、この字幕、カスタマイズできるので、自分が見たいような字幕に、編集することも可能です。はい。ということで皆さん、僕のポッドキャストとか動画をね、見ているんだったら、せっかくなら、このアプリ使った方が日本語学習がさらに加速すると思うんで、ぜひみんな使ってみてね。そうだ。で、もう一つみんなに話しておかなきゃいけないことがあったわ。僕さ、こうやってポッドキャストとかでみんなに話しかけてるでしょ？で、これまでさ、ずっと僕は僕ばっかり喋ってて寂しいな。もっと双方向のコミュニケーションが取れたらいいのになって言ってたじゃん。覚えてないかもしれないけど、そういうことを言ってたんだよね。やっぱり僕のポッドキャストを聞いている人とか、僕の動画を見ている人と話したいなって思うわけ。はい。ということで、私、次郎、オンラインレッスンをスタートしました。はい。フリートーク形式で話す感じになるんですけれど、1対1のオンラインレッスンになります。日本語についての質問とかあったりしたら、僕が何でも
答えます。日本語について何でも答えますし、知らないこと何でも教えます。で、もし興味があったら、チャンネル説明ページのリンクから予約してみてください。僕はね、日本語と英語が話せます。だから、日本語か英語のコミュニケーションになると思うね。で、学生時代、3年ぐらいフランス語を習ってたんだけど、そのフランス語の記憶は全くないので、フランス語では話せない。ごめんね。あと、K-POP アイドルが、話すような韓国語なら多少は理解できるかもしれない。でもめっちゃ楽しみ。みんなと直接話せるのが、やっと。ずっとね、寂しかったので、僕は、はい、ぜひ皆さん予約してみてください。ついに、この時が来たね。はい、じゃあ、お知らせは以上にして、本題に入っていきましょうか。はい。本題は何かというと、日本人はなぜすぐ謝るのかという、そういうテーマだったよね。じゃあ、さっき言った言葉、3つの言葉覚えてる？すみません、ごめん、そして申し訳ございませんでした。これらの違いって何なんだろうなってみんな思うでしょ。じゃあまずその違いについて説明します。まず最初に、すみませんという言葉。これめちゃくちゃ便利な言葉だよね。みんなも知ってると思うけど、自分がね、例えばレストランでバイトをしていて、働いている時にお皿を割ってしまった時、とりあえず上司にすみませんでしたって言うよね。で、あとは、道に迷っていて、そこら辺にいる人に、道について質問したいとき、とりあえず最初、すみませんって言うよね。だから、英語に訳すと、excuse me になる可能性があるのが、このすみませんっていう言葉だよね。で、街で、道を譲ってもらったときも、すみませんって言ったりするね。で、これは、英語に訳すとサンキューになるのかな。そう、だから、若干感謝を伝えたいときも、すみませんっていうことがあるね。だから、もう本当に汎用性が高い言葉なんだよ。すみませんって。ただね、例えば謝罪にこのすみませんっていう言葉を使うとしたら、ちょっとカジュアルかもしれない。例えばさっきさ、僕が出した例で、そのレストランで自分がバイトしている時に、お皿を割っちゃったっていうシチュエーションを話したじゃん。その時、上司に、すみません。お皿を割ってすみませんでしたって言えるって言ったけど、それはね、上司とある程度関係性が築けている場合だよね。例えば、自分のミスで、自分が勤めている会社に、大損害を与えたとき、その時に普段話さない社長に対して何か謝罪をしなきゃいけないときは、申し訳ございませんでしたって言わなきゃいけないね。そうなんだよ。だから、申し訳ございませんでしたって結構シリアスな場面で使うよ。例えば取引先とか、あとは目上の人だよね。あまり関係性が築けていない目上の人に対して使う。あとは、お客様に対して使うよね。クレーマーに対しても使う。例えば自分の企業が、自分が勤めている企業のシステム
に対して何かクレームをつけてきている人がいるとするじゃん。で、別にそのシステムに特にバグはないし、何の落ち度がない場合でもうとりあえず、ご不便おかけして申し訳ございませんって言ったりするね。うん。そう。だからまあ、とりあえず謝るっていうことが結構日本ではあるんだけど、で、今さ、すみませんと申し訳ございませんでしたについて説明したじゃん。で、もう一つがごめんだよね。ごめんとかごめんなさい。もうこれはね、まあ、完全にすべて英語に訳すと sorry っていう意味になるよね。で、ごめんっていう言葉、実は僕結構よく使う言葉なんだよね。うん。いつ使うかっていうと、まあ、友達とか家族とか結構親しい人に対してごめんっていうね。うん。例えば友達との待ち合わせで5分遅れてしまった時、あ、ごめん、5分遅れたらごめんねって言ったりするし、友達が例えばコンビニに行って、ジュースを買ってくるっていう時に、あ、自分も何か飲み物買ってきてほしいなーっていう時に、あ、ごめん、僕の飲み物も買ってきてくれるって言ったりする。うん。で、英語に直訳すると、ソーリーなんだけど、結構もっとカジュアルに使えるね。いろんな場面で使える。今言った通り、友達に何か物を買ってきてほしいとき、ごめん、飲み物僕の分も買ってきて、みたいな感じでね。で、あとはね、まあ、例えば友達とさ、中華料理を食べに行ったとするじゃん。うん。で、中華料理の中でも餃子を食べてるとするでしょ。で、テーブルの真ん中、大きいお皿にたくさん餃子があって、で、食事をしていくとさ、そのお皿の中にある餃子の数がどんどん減ってくでしょ。うん。で、そうすると、最後の一つの餃子になるわけじゃん。で、最後の一つになってから、なかなかその餃子が誰の口の中にも入らない。あ、じゃあ自分が食べちゃおうかなってなったら、あ、ごめん、最後の一個もらうねって言ったりするね。いや別に自分何も悪いことをしてないんだよ。うん。特に悪いことをしてないんだけど、とりあえずごめんって使うと、その場が丸く収まるんだよね。うん。もうだから本当に日本人はごめん、すみません、申し訳ございませんでしたっていう言葉をよく使うんだけど、いやちょっと使いすぎじゃないか、その言葉って思ったこともあるんだよね。僕は、学生時代はね、バスケットボール部に所属していたんだけど、長い間。バスケをしてるとさ、やっぱりパスミスをしたりとか、シュートを外したりとかするでしょ。その時に、あ、ごめんって言ったりするんだけど、それをね、もう言い過ぎちゃう人がいたんだよね。まあ、言い過ぎちゃうっていうのは、何回も何回も言う人ね。うん。で、まあ、その人はね、まあ、ちょっとしたミスでも、ごめんってすごい言って、あ、ごめんって、もう何回もごめんって言う人だったんだけど、まあ、最初はね、そんなに毎回謝らなくてもいいよって思ってて、で、そのバスケのコーチもね、もう君はそんなに謝る必要はないよって言ってたんだよ。まあでもそうだよね。やっぱりミスすることは誰でもあることだし、そんなね、もう毎回自分が悪いっていう風に感じてたらさ、自己肯定感も下がっていっちゃうじゃん。うん。だからあんまり使いすぎって良くないかなって思うんだけど、まあ、自分もね、結構この言葉使ってるなって思うことあるんだよね。やっぱりさっきの、ちょっと飲み物買ってきてとか、最後の餃子食べちゃうよっていう時に、無意識のうちにね、ごめんって言っちゃってるんだよね。本当にちょっとしたことで、ごめんって言っちゃう。うん、で、この、ごめんっていう言葉ね。まあ、
直訳するとね、謝罪を表すわけなんだけどさ、やっぱりこの言葉、日本だと、その場の空気を和らげる効果があるんだよね。うん。日本ではこのごめんとかすみませんとか、申し訳ございませんでしたってすごい大事な言葉。うん。なんでなんだろうね。ここから先はね、僕の考えが結構メインになってくるから、人によって、考えることは違うと思うんだけど、日本ってね、島国じゃん。うん。島国だから、やっぱり争い事とかをね、なくしたいわけよ。うん。誰かをどこかに追いやるっていうこともできないしね。で、昔から集団主義が根付いている社会。で、今もすごい集団主義だなって思うことが結構多い。日本はね、島国だったから、民族数も多くないしさ、昔から基本的に、画一的であることが好まれてきたんじゃないかなって思うんだよね。だからね、日本の社会で生きてるというか、日本で学生時代を過ごしたりすると感じることは、やっぱり変わり者が目立つ。日本だとね。うん。あの人変わってるなとか、あの人ちょっとおかしいよねとか、そういう感じで言うことが多い。日本ではね。その場の雰囲気を乱さないように生きるっていうのが結構大事なんだよね。だから、例えば何かトラブルが起きてしまった場合、うん。自分のせいでとか、自分が何か関係をした出来事で、何かトラブルが起きたとき、とりあえず自分が、ごめんとか、すみませんでしたっていうことによって、その場の雰囲気を壊さないようにすることができるんだよね。で、人々がこれまで、その場の空気を壊さないようにするということで、これまでの日本社会は成り立ってきたんじゃないかなって思うんだよね。そう。で、この謝る文化、日本人の謝る文化って、別になくてもいいのかもしれないって思うよね。うん。やっぱり謝ってばっかりだとさ、さっき言ったみたいに自己肯定感が下がっちゃうし、それでいいのかって思う人もいると思うんだけど、もし、この謝る文化が日本になかったとしたら、この日本社会とか人間関係はすごい大きく変わると思うんだよね。この謝る文化、メリットデメリットがあってさ、例えば日本人のこの謝る文化がなくなったら、もっと自分を表現する人とか、飛び抜けた個性を持つ人が増えるかもしれないなって思うわけ。さっき言ったみたいに変わり者が目立つのが日本社会。もともとの日本社会だから、あの人変だよねとかってならないために、とりあえず謝ってその場の雰囲気を収めるみたいなことが行われてるんだけど、そういう文化がなくなったら、特に他人とかを気にしなくて良くなるわけだから、もっと個性をね、持つ人が増えるかもしれないし、もっと進んだ言い方をすると、他人の目を気にせずに挑戦する人が増えるかもしれない。うん、日本にはね、本音と建前の文化っていうものがあって、みんなもね、知ってるかもしれないけど、その場の空気を壊さないようにするっていうのが、日本人の本音と建前文化で、自分が思っていること、自分の本音というものを押し殺して、その場の雰囲気に合った立ち振る舞いをするっていうものなんだよね。うん。だから、正直ね、自分が本当は悪いって思ってなくても、謝ったりするのが日本人だと思うんだよ、僕は。
正直僕もそういう場面あったんだよ。自分は悪くないけど、とりあえず謝っておくか、みたいな。そういうこと結構あると思うんだよね。で、この本音と建前文化が薄れます。この謝罪文化っていうものがなくなるとね。そうするとみんながね、自分の気持ちを素直に出しやすくなる世界になるんじゃないかなって思います。ただ、この謝る文化がなくなると、争いが増えるね、日本社会に。日本人がね、この島国、日本で長い間うまくやってこれたのは、やっぱりこの謝罪文化があったからだと思うんだよね。誰かが誰かに許しを請うことによって、そしてその人をみんなが許すことで、この日本という場所はね、平穏が保たれてきたと思うんだよね。謝罪文化、謝る文化がなくなっちゃうと、そうしたバランスが崩れてしまうかもしれないんだよね。で、さっきも言った通り、自分は本音では自分が悪いって思ってなかったとしても、とりあえず何かが起きてしまったら謝るっていうことはよく行われるんだよね。で、日本でよく見る光景、特にテレビを見てると、よく見る光景が、企業とか有名人が問題を起こした時って、謝罪会見というものが開かれるのが当たり前になってるね、日本だと。例えば、会社で、不正な会計が行われていて、株主に提示されている数字が実態と違いました。とかね。あとは、有名人が不倫をしてしまいましたとか。そういう時に謝罪会見っていうのが行われる。で、その謝罪会見は、その損害を被った人だけではなくて、結構ね、その社会に対してやることが多いんだよね。お騒がせして申し訳ございませんでしたっていうような言い方をすることが多いね。そう、だから、何か問題を起こしてしまったとき、とりあえず社会全体に対して謝ろうってなることが多いかもしれない。そういうね、有名な企業とか芸能人とかだとね。で、とりあえず謝れば、一旦リセットみたいな感覚がある。とりあえず全てが解決されるわけでもないし、謝れば全てが許されるわけではないんだけど、とりあえずまず謝る。自分がしたことは悪いことでした。とか、とりあえず悪かったっていう気持ちを持っていますっていうことを対外的に表現するために謝るっていうことがよく行われるね。一回そうやって謝ると、許してくれる人は許してくれるし、これから頑張れよって思う人もいるし、もちろんね、許してくれない人もいるかもしれないんだけど、一旦そこで区切りがついて次のステップに進みやすくなるんだよね。で、この謝罪会見、海外でも行われることなのかな。僕がね、若干調べた感じ、日本独特の文化なのかなって思ったんだよね。だからもしかしたら海外だと謝罪会見っていうもの自体が珍しいのかもしれないね。みんなの国では例えば、芸能人が不祥事を起こしたとか、会社が何か悪いことをしてましたっていう時に謝罪会見って行われるのかな。今ね、例えば最近流行りの、AI とかでさ、著作権侵害みたいなことが取り立たされてるじゃん。いろいろ訴訟とか行われてると思うんだけど、そういうのも気にせず、ああいう AI の会社っていうのはどんどん次の技術を開発してるでしょ。
あれ日本だったら考えられないなって思うねまず謝って、とりあえず新しいモデルの開発は中止してみたいなのが日本の企業では、普通は行われてるのかなと思うけどね。だから、ああいう大きな企業、ちょっとしたルールを破ってでも成長しようとする企業っていうのがね、うん、日本だと育たないのかな。それがね、いいことなのか悪いことなのかっていうのは、置いておいてね。それはね、人それぞれ考えがあると思うんですけれども、日本ではね、こうやって謝ること普通ですよ。謝罪会見を開くこと普通です。ただ、海外ではこういう謝るってあまりやんないところもあると思っていて、僕の友達がね、欧米系のその外資企業に勤めてるんだよ。で、やっぱり日本企業で働いていた経験を持ってると、クライアントとかに対してすぐ謝ったりするわけ。申し訳ございませんでしたとか、結構言いがちなんだよね。ただ、そういう感じで、常に謝っているとね、例えばクライアントに対して、申し訳ございませんでしたとか言ってたりしたら、その友達はね、上司にそんなにたくさん謝るなよって注意されたらしい。謝ったらこっちの非を認めたことになるじゃないか。みたいな感じで言われるらしいんだよ。そう。で、これはね、欧米だけなのかな。謝るイコール責任を認めるって捉えられることもあるから、簡単には謝らないっていうのが欧米の考え方にあるらしいんだよね。僕もちょっと調べたんだけど。どう？それって本当かな？だから、国際的な場面、欧米の国の人とかがいる場合、日本人はなんでそんなにすぐ謝るのって不思議に思う人も多いと思うんだよ。逆に日本人からすると、なんで謝らないんだろうなって思うことも出てくると思うんだよね。で、こうやってすぐ謝る日本の文化。デメリットは何かっていうとね、正直、そのデメリットを強く感じたことって僕はあまりないんだよね。やっぱり僕はずっと日本に住んでるから、謝るべきはここだな。謝るべきタイミングはここだなっていう風に考える。練習ができてるからさ、普段から普段からその場の雰囲気に波風を立てないように心がけていると、相手に対して強く出れなくなるんじゃないかなって感じることはあるね、正直。例えば、これから人生生きていく上でさ、いろんな人と交渉したりすることってあると思うんだけど、例えば大きな買い物をするとき、価格交渉って重要じゃん。そういう時ってさ、自分の意見をはっきり言うことが大事じゃん。そうじゃないと自分が損しちゃうから。で、普段からさ、やっぱり、ごめんなさいとか、すみませんでしたとか、そういう感じで、謝ってばっかりだと、本当の自分を見せられなくなる可能性があるよね。その自分の意見、自分が、もっと安い値段がいいんだけどなっていう時に、強く出れなくなる可能性があるでしょ。だから、それがちょっとね、なんだろうな。普段から謝ってばっかりいる、そういう環境にいると、そういう交渉とかで負けてしまったりとかするんじゃないかなって思うことはあるね。特に海外企業とかと交渉するときはさ、日本はちょっと謝るのが普通だからさ、そういう時に、ちょっと、認識のズレとかが起きてしまうんじゃないかな。自分はもっと自分の意見を出すべきなのにそれができないなっていう場面が
出てきちゃうんじゃないかなっていう。それがね、なんだろうな、デメリットとまでは言わないけど、謝る文化の中に浸りきっている自分としてはちょっと心配なことではあるよね。実際に自分がこれまで生きてきて、謝りすぎたなって思った経験はあるんだよね。謝りすぎたなって別にすごい深刻な場面のことではないんだけど、前あったのは、僕の、取引先に提出した資料があったんだよ。直接オフィスに行ってその資料を手渡したんだよ。ただ、その後に、手渡した資料の中に、ちゃんと自分が確認してない部分があった、もう一回確認したいって思ったんだよね。で、またオフィスに行って、その資料、すいません、確認したいんで、もう一回この資料見てもいいですかって言いに行ったんだけど、その時にね、僕、自分でもびっくりするぐらい、すみません、すみませんって言ってたんだよね。で何回も言ってたなって今でもね考えるとちょっと恥ずかしい記憶なんだけどさでもちろん相手は全然気にしてないでむしろ笑顔で大丈夫ですよって言ってくれたんだけどそういう時だからね自分でも思い出せない記憶ってたくさんあると思うしだけどさそこまで謝る必要ないなっていう場面でも謝ってることって結構多いかなって思うんだよね。で、やっぱり僕はずっと日本に住んでますから、日本的なものの考え方をするんだよね。で、さっきさ、欧米と日本の違いについて話したんだけど、僕自身ね、そのヨーロッパに留学してた時に面白い経験をしたんだよ。ちょっと水飲ませてあのね、留学中に、その留学先の授業でグループワークがあったんだよね。で、その一つのクラスに何個もグループが作られたんだよ。で、一グループに4人か5人のメンバーがいたと思うんだけど、その授業ではね、とあるそのシミュレーションゲームをチーム対抗でやっていたんだよ。で、ゲームだからその順位がつくわけ。で、チームメンバー同士で、というかグループメンバー同士で作戦を練って、どうやったら1位になれるかっていうので競うっていうものだったんだけど、その授業はね、もう世界各国から来た留学生が参加する授業だったわけよ。で、僕のグループのメンバーも、もう国籍バラバラ、みんな違うところから来た学生だったんだけど。で、その作戦を練るときにね、めちゃめちゃ言い争いになるわけ。もうこれがほんとびっくりしちゃって。これさ、海外では普通のことなのかもしれないんだけど、日本の、例えば大学とか高校の授業でグループワークをするってなったら、言い争いになることってあまりない。みんなその場の雰囲気を大事にして、みんなで仲良くグループワークしようね、みたいな感じになるから、言い争いになることってほとんどない。その学校にもよるかもしれないんだけど、僕の経験上あまりなかったわけ。で、言い争いになったんだよね、僕のグループで。で、僕は日本人だから、どちらかというと、その言い争っているメンバーを並べるような役割をしていて、でも言い争ってる光景を見ただけでも、日本と全然違うなっていう風に思ったんだけど、結局ね、どうなったかっていうと、僕がその中立案を出して、その場を沈めたわけよ。
でもね、どちらも、完全にはその中立案に納得してはいなかったようなんだけど、別にいいかっていう感じだったんだよね。で、今思い返すとさ、その時の僕の立ち振る舞いって、本当に日本人的だったなって思ってさ。いや、そう、その雰囲気を壊さないというか、そのどちらの意見も取り入れて中立案を作るという、その雰囲気を壊すことなく、誰も損をさせることなく、前に進める。物事を前に進めるというね、もうすごい日本人的な立ち振る舞いをしたんだなって思ったんだけど、こんな感じで、日本人はその場の雰囲気を重要視しがちなんですよ。で、これにも表れてる通り、雰囲気を壊さないために謝るっていうことはよくやること。謝ることで自分を下に見せて、相手との衝突を避けて、輪を乱さないっていうことが日本人はよくやることなんだけど、そう、輪を乱さないっていう言葉をよく使うね。和っていうのは、和風の和っていう字ね。和室の和だね。その日本を表す和なんだけど、和を乱さないっていうことがすごい重要なんだよね。日本社会では、みんなが同じ方向を向いていることっていうのがすごい大事にされてるから、ちょっとでもね、違うことをすると目立っちゃうんだよね。だからとりあえず何かがあった時に、ごめんっていうことで、自分が悪者になってでも、その場を収めようとすることがあるんだよね。でさっき、ごめんと、すみませんと、申し訳ございませんでしたの3つを紹介したけど、みんな他に謝罪を表す言葉、何があるか知ってる？いや、日本語を学んでいるみんなだったら、あと10個は言えるんじゃないかな。はい。すみません、ごめんなさい、申し訳ございませんの他にね、お詫びしますとかね。あとは、失礼しましたっていう言葉とか、すまんっていう言葉を言ったりするね。で、失礼しましたって、どういう時に使うかっていうと、これもね、すみませんとちょっと似ていることがあって、英語に訳すと、excuse me になる場面が多いかなって思うんだけど、例えば、excuse me として使うすみませんで失礼しましたって何かっていうと、例えば、自分が小学生でとか、自分が学生で、職員室に入るとき、失礼しますって言います。で、職員室から出るとき、失礼しましたっていうわけ。で、これさ、英語に訳すと、excuse me になるんだけど、失礼しましたって、もともとは謝罪の意味があるんだよね。自分が失礼を働きましたという意味なんだよ。ただそういう時も失礼しましたって言うんだよね。で、あと、普段暮らしていて、失礼しましたって聞くのってお店だよね。レストランとか、お洋服屋さんだとか、そういう場所で失礼しましたってよく聞くね。レストランでさっき僕が話した例だと、お皿を割ってしまうっていうことがあるでしょ？レストランで働いていたとして。で、さっきは上司にすみませんでしたって言うよって言ったけど、そのレストランに来ている他のお客さん向けに、スタッフが、そのお皿を割ってしまったスタッフが何て言うかっていうと、失礼しましたって言うんだよね。お皿を割ってしまって、何を失礼してるのかなって今考えると不思議なんだけどさ。
今考えると不思議なんだけど、失礼しました。多分だけど、お皿を割ってしまって、そのお皿が割れた音がレストラン中に響き渡ったのが失礼に当たるから謝罪をしてるのかなって思う。ちょっとこれはわかんないんだけど。うん。だから、そうだね。面白いね。今考えると、お客さんに対して使うのが失礼しましたね。で、上司とかに言うのは、申し訳ございませんとか、すみませんでしたよね。申し訳ございませんでしたは、どちらにも使う。うん。うん。ただ、お客様に対しては、だけ使うのは、失礼しました。いや、ちょっと待って。ごめん。ちょっと説明が複雑化してる。全部、誰にでも使えるけど、すみませんとお客さんには言わないかな。うん。お客さんに言うのは、申し訳ございませんでしたとか、失礼しましただね。うん。その、コップの水を倒してしまった時とかは、申し訳ございませんとか、失礼しました。大変失礼いたしました。みたいな感じで言うことがあるね。うん、で、友達に対しては、ごめんっていう言葉を使うって言ったんだけど、僕がね、友達に、他に言うとしたら、すまんとかね。悪かったとか、そういう感じに言うね。すまん。携帯の充電器持ってきてくれないとか。そんな感じでカジュアルに使えるのがすまん。で、すまんは、ごめんよりももっとカジュアル。うん。ごめんは、すまんっていうのはかなり親密な関係性の相手について、相手に言う言葉になるよね。うん。で、例えば自分に子供ができたとして、その子供にさ、社会についていろいろ教えなきゃいけないじゃん。例えばね、人のものを盗んじゃいけませんよとか、人のことを殴ってはいけませんよとか、そういう、基本的な、社会で必要なことについて教えるじゃん。でその時に、例えば自分が悪いことをしたら、相手に何を言えばいいかって教えるときにさ、そういうときは、ごめんって言おうねって、そうやって教えると思う。うん。だからその子供たちが、まず最初に覚える謝罪の言葉、これはごめんです。うん。で、もうちょっと年齢が上がっていくと、すまんとか、すみませんでしたとか、申し訳ございませんでしたとか、そういう言葉を使うようになる。うん。ちなみにそのすまんっていう言葉、なんていう言葉から来てるかっていうと、そのすみませんでしたから来てるからね。うん。すまなかったとかすみませんでしたとかっていう言葉からすまんっていう言葉が来てます。うん。で、悪いとか言ったりもするんだけど、悪いは悪かった。自分が悪かったっていう言葉から来てるんだよね。でもこのさ、日本人の謝罪の言葉、本当にたくさんあるから、日本語っていうのはもう表現がもうたくさんあるじゃん。その自分のことを表す言葉もさ、自分とか僕とか私以外にもさ、わしとか、うん。うちっていう人もいるし、だからね、一つの、言葉、その一つの、だから、なんていうの、いろんなバリエーションがある。言い方にいろんなバリエーションがあるのが、日本だなっていうことにありますね。はい。で、あとね、謝罪で、日本が海外と全然違うなってなったのは、そのコロナウイルスの時だよね。うん。コロナが流行ったじゃん、2020年からさ。で、あの時に、例えばさ、コロナウイルスに感染してしまった場合って、誰に責任があると思うみんなは。うん。誰に責任があったら、コロナウイルスにかかってしまうんだろうか。うん、日本人以外の人はね、そのコロナウイルスが悪いでしょって思うわけ。そのコロナウイルスなんていうものがあるから、
その人がコロナウイルスに感染してしまう。で、その人は別に悪くないよって思うでしょ。そんな、しょうがないじゃんっていう、そうなるよね。日本の場合は、コロナウイルスにかかった人が悪いっていう風潮があったんだよ。これ本当に。うん。そういう風潮があったんだよね。だから、コロナウイルスがあるのに、外に出歩いたとか、コロナウイルスが流行ってるのに、そういうなんか感染対策をしなかった。お前が悪いみたいになるわけよ。コロナウイルスに感染するお前が悪いっていうことになるわけで、そういう風邪にかかったりするとさ、学校を休まなきゃいけなかったりとか、会社を休まなきゃいけなくなったりするでしょ。そういう時は、日本人、謝罪しますよ。あ、でもこれが一番日常で謝罪することかもしれない。うん。例えば、朝、ちょっと体調が悪いなってなったとするじゃん。その平日の朝ね。でも、会社に行かなきゃいけない。いやでも、風邪ひいてちょっと体調悪いから今日は仕事できそうにないなっていう、そういうタイミングでも、とりあえず朝、会社にメールします。どういうメール文になるかっていうと、朝早くに申し訳ございません。朝早くに失礼しますとか、まず謝罪から入るわけ。こんな朝早い時間帯にメールをしてしまってごめんなさいっていうことをまず言うわけよ。うん、でその後に、大変申し訳ないのですが、本日体調を崩してしまいましたので、仕事ができませんみたいな、そういう文章を書くわけ、メールに。うん。もうこの時点でさ、2回謝罪してるじゃん。その、朝早くにメールを送ってすみませんでしたの文章の後に、大変申し訳ないのですが、みたいな。そんな感じで、とりあえず謝るんだよ。で、風邪をひいてしまうとかさ、体調を崩してしまうっていうのは、しょうがないことじゃん。その人間だったら、誰しも体調を崩すときはあるし、それがその自分ではどうにもできない。自分じゃ何もコントロールすることができないっていう状況だことばっかりじゃん。だけどとりあえず体調を崩してしまったその自分が体調管理できてないっていうことに対するその謝罪。それに付け加えて自分が今日会社に行って仕事をすることができないで、自分の代わりに誰かがその仕事をしなきゃいけなかったりとか、あとは自分が、メインで出席する予定だった会議が開かれない。うん、みんなが暇になっちゃう。みんながやることがないとか、そういうその自分に関連することでみんなに影響が出る。それに対しても謝罪する。そうだから、自分ではコントロールできないことも、とりあえず謝るということがあるんだよね。なんだろうな、自己責任というか、なんて言うんだろう。コロナが流行った時もね、そのコロナにかかってしまって、すみませんでしたみたいなことを、会社に言うこともあったんだけどさ、なんだろうな、その当時はね、マスクしてないやつは悪いみたいな、そういう風潮もあったんだよね。うん、でマスクをしないとダメだ、みたいな。そのマスク警察っていう言葉が流行ったんだけど、そのマスクしてないやつに対して、お前マスクしろよみたいな感じで言う人がいたんだけど、だからみんながこれをやらなきゃいけない。みんながこのルールは守らなきゃいけないのに、そうやってない人がいるってなると、謝罪しろっていうことにもなるし、あとは、こうなる予定だったのに、そうならない。その人が体調を崩したとか、何かイレギュラーなことが起こったっていう時に、その人がまず謝罪する。だからほんと謝罪してばっかりだね
で、さっきさ、欧米と日本で謝罪についての認識が違う。日本人はもうすぐに謝るけど、海外ではそんなことない。というか、謝罪は自分の非を認めることになる。欧米だとね、っていう話をしたんだけど、日本のね、スキーのジャンプの選手で、高梨選手っていう、すごい有名な、女性の選手の方がいるんだよね。で、この高梨選手、もうすごい日本で人気のプレイヤーで、そのファンも多いんだけど、北京オリンピックでね、そのスキースーツの規定違反で失格になってしまったことがあったんだよね。そのスポーツってさ、なんかいろいろルールが厳しいじゃん。昔はさ、そのドーピングとかしてた人も結構いたと思うんだけど、今はこういう成分は摂取しちゃいけないよとか、こういう服は着ちゃいけないよとか、フェアプレーを目指すために、平等なルールの下で、その競技を行うために、すごいルールって厳しいじゃん、スポーツって。だから、そのスキージャンプにもね、僕スキーにはあまり詳しくないんだけど、いろいろルールがあったみたいで、そのスキースーツの規定違反で、高梨選手は失格になってしまったんだよね。うん。で、この時はね、この選手、高梨選手だけじゃなくて、他の国だからドイツ、オーストリア、ノルウェーとか他の国の選手も失格になったりしたんだよね。うん、で、この時にもちろん高梨選手、日本人の心を持ってます。うん。だからね、インスタグラムに謝罪の文章を投稿したんですよ。もちろんね、応援してくれた人がいるから、その失格っていうことに、すごい残念だなって思う人がたくさんいただろうから、それに対してね、ごめんなさいっていうことを言ってるんだけど、インスタグラムに、申し訳ございませんでしたと投稿したんだよね。誰に対してかっていうと、そのインスタグラムの投稿した、最初にね、その日本チームを応援してくださっているすべての皆様って書いてあるから、自分のファン、日本のファンに対して謝罪をしたんだよね。うん。で、この謝罪はね、日本人であればね、次頑張ろうっていう感じで受け取れると思うんだけど、とある記事でね、日本人以外の人からは、その囚われ方が違ったっていう記事が出ていて、こちらの記事なんですけれども、ドイツ人の男性が、この高梨選手の謝罪コメントに対して、こう言ったらしいんだよね。やっぱり高梨選手は不正をしてたんだ、みたいな。日本人からすると、不正はしなくても謝るんだよ。とりあえず。まず謝って、とりあえず社会に対して謝る。ちょっと今日本語おかしかったけど。だけど、多分欧米の感覚だと違うんだよね。謝罪をするっていうことは、自分は悪かった、自分は悪いことをしたんだっていうことを認めるときに謝罪をする。それが欧米流なんだよね。そう。だからこういう認識の違いがすごい怖いよね。だからさっき話したみたいに、その欧米系の企業で働いている僕の友達は、すぐに謝ったら、その上司に、そんな謝っちゃダメだよって注意されたっていうけど、全く同じことが起きてるよね。だから、これね、すごい気をつけてほしいんだけど、これから、みんなはね、日本語を学んでると思うから、これからたくさんの日本人に会うと思う。で、日本に来たらね、その日本でいろんな人に会うんだけど、結構すぐ謝ると思う、日本人は。ごめんなさい。みたいな感じでね。で、
今回の今紹介した高梨選手の例みたいに、相手が謝ってきても、その人は悪いことをしたっていう認識がない時があるわけ。うん。で、その日本人にね、自分が謝られた時に、あ、この人は悪いやつなんだって思わないようにしてほしい。なんでかっていうと、日本人が謝るのはすごい普通なことだから。うん、自分が病気にかかった時も、会社を休まなきゃいけない時も、とりあえず謝らなきゃいけないからね。それをちょっと心に刻んでから、日本人とコミュニケーションを取ってほしいなと思います。で、日本人がどうやって謝罪をするのかっていうのをみんな知ってるかな。さっき話したような謝罪会見とかだとね、絶対にその自分の頭を下げている。だからその謝罪をする人が頭を下げている姿っていうのが見られるんだよ。うん、で、その謝罪会見が行われた次の日は、新聞にその頭を下げている様子っていうのが、掲載されるんだよね。例えばその会社で謝罪会見が行われましたみたいなことがあったら、その会社の、例えば社長とか役員とかが、頭を下げて、その様子が写真に撮られて、新聞に掲載されるんだよね。で、だからね、その頭を下げているところが、その一番その新聞に載りやすい場面だから、その頭を下げた瞬間にね、その記者会見場でね、そのシャッターの光がものすごい勢いで光るんだよ。その来ている記者が一斉にシャッターボタンを押すから、そこでね、すごい光るんだけどさ、そんな感じで、謝るとき日本では、頭を下げるんだよね。うん、で、日本での謝罪の最高位というか、これ以上ないくらい謝る方法って何があるのかっていうと、土下座ですよ。土下座知ってる？土下座って何かっていうと、その、ひれ伏すんだよね、地面に。うん。手を床に置いて、膝を曲げて、で、頭を床につけるのが土下座なんだよ。うん。で、土下座はね、もうこれ以上もう、土下座以上の謝罪はないわけ。日本では。ただ、土下座って今、行われてんのかなって思うよね。僕日本人なんですけど、今まで人生で土下座したことがあるかっていうと、もう大人になってからはない。うん。その子供の時にふざけて友達とかと土下座とかはしてたけど、大人になってからはない。だけど、もう相当悪いことをしたなって自分の中で思う時は土下座をするんだよね。日本人は。たまにね、今でもそのニュースとかで、土下座の光景を見ることも本当に稀にある。で、ドラマとか見てるとね、土下座のシーンってよく見るよね。そのみんなが日本のドラマをどれくらい見てるのかはわからないんだけど、土下座をよく見ることはあるね。ただ、今はね、土下座はやってるのかな？あんまり僕も聞いたことがないな。うん。なんでかっていうと、その、土下座をさせるのが申し訳ないんだよね。その、謝罪の中での最高位が土下座じゃん。で、その土下座を、させてしまうっていうのがちょっと申し訳ないなっていう認識があるから、その土下座をしようとしても多分させてくれないと思うんだよね。で、最近はね、いろいろそのコンプラが厳しくてですね、日本では。そのパワハラとかセクハラとかアルハラとかいろんなハラスメントが問題になってるんだよね、日本では。で、土下座をさせるってもう相当なことだから、そのパワハラって見られてもおかしくないレベルのことなんだよ。うん。だから、その土下座をさせちゃいけないし、そんなに簡単に土下座をすることもできないという感じだよね。でも、
どうだろうな、まあこれから人生長いだろうから、土下座することあるのかな。まあ、昔はもしかしたら、土下座することって意外と普通だったのかもしれないけど、今ではあんまりすることないから、まあ、ね、ちょっと相当恥ずかしいことだからね。まあこんな感じで、まあ、謝罪の仕方はいろいろあるし、まあ謝罪というものはね、もう日本はその他の国と比べたらその扱いが全然違うんですよ。うん。まあ、今回はね、その謝罪について話してきました。はい。今回のポッドキャストが、まあ、もし皆さんにとってつまらないものであったとしたら、大変申し訳ございません。うん、本当にごめん。これからもっと楽しいコンテンツ、楽しいポッドキャスト、動画を作れるように、頑張っていくので、皆さん、僕のこと許してください。ということで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。みんな、次回のポッドキャスト、または動画も楽しみにしていてください。それでは皆さん、バイバーイ。